オーストラリアやってきたぞできたぞー。こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。これからパースに向かって、そこから車でエスペランスですね。はい。で、ダイビングしに行きたいと思います。はい。私たちオーストラリア自体が初めてなんだよね。初めて。だから楽しみですね。楽しみですね。向こうは夏なんでね。うん。あったかいと思います。はい。はい。じゃあねパース着きました。これからレンタカー借りに行きます。今回ダラー借りてます。カーパークまで行けってことですね。なんか生あったかい。これか、29。この車です。コンパクトカーにしたから、ギチギチ。なんとか入ったけど。今回パースで泊まってるのは、こちらのアロフトホテルになります。空港から結構近いですね。ここ駐車場からすぐ、もうエレベーター直結なんですよね。めっちゃ便利。早く寝れる。なんか廊下もおしゃれ。はい、こちらが今回泊まるホテルです。なんかおしゃれ。ダブルか。で、大きめのソファー、テレビ。なんか広いね。で、水も2つ置いてあるし。で、こっちが水回りですね。シャワーのみだけど、使いやすそう。この洗面所が広い。ね、すごい使い勝手洗面所が広い。シャワー圧はかなり弱めです。なんかそこのベッド周りのさ、USB とかも使い勝手良さそうだよ。確かに。ちなみに1泊1部屋2万ちょっととかですね。おはようございます。おはようございます。今朝の6時ぐらいで。はい。はい、これから、エスペランスに向かおうと思います。はい。で、エスペランスまでは結構時間かかるんですが、何時間でしたっけ？ウェーブロックに寄ってから行こうと思ってます。ウェーブロックまでが見えるかな ?3 時間40分。エスペまでが何分だ ?3 時間40分プラス5時間16分なんで9時間。9時間。のんびりで10時間ぐらいはかかりそうですね。はい。今1時間半ぐらいずっと走ってきてるんですけど、ほんと何もない。途中パーキングみたいなマークあるんですけど、本当に車を止めるスペースとあとゴミ箱が置いてあるぐらいで、本当に何もない。トイレ休憩です。まだ朝早いからかお店とかやってなさそうですね。これなんだろう。ブルックトン。駅だったのかな、ここ。オーストラリアおなじみの男らしいトイレ。個室はこうなんだけど。今回レンタルした車はカローラハイブリッド車ですね。エスペまでの移動なんで、なるべく燃費がいい車にしてみました。荷物ほんとギリギリだったけど。はい、ちょっと今鳥が桃色インコがいるってことで、ちょっと撮影しようかなと思います。
ダッシュボードにスマホ置いてたら熱で落ちました。直射日光がすごい暑い。はい、ウェーブロックの駐車場ですかねに着きました。4時間ぐらいかかったかな。これでお金払うみたいですね。駐車場代ですかね。ウェーブロック、あ、もうなんかこうなってんじゃん。ウェーブロックやってきました。できました。もっとね、なんか意外とでっかいと思ったけど、あそこからあそこら辺までですね。そんなに大きくないね。だから想像してたの5倍ぐらい小さいかも。小さいね、小さい。もっと奥までずらーっとウェーブロックなのかと思った。ちょっとちっちゃいよね。ウェーブロック登ってみてます。ついでに360度カメラも。本来はあっちの方から登るんですかね。上の方にこう人が歩いてるから。ショートカットしてきたのかも。降りるとき若干怖いけど、サクッと回ってこれるウェーブロックでした。そうですね。インフォメーション行ってみますか。ウェーブロックビジターセンター。あ、確かにカフェある。カフェある。確かに。あ、ね。サンドイッチもたくさんある。私コールスローサンドイッチがいいな。ラザニアプレートにしました。美味しそう。うまい。うまい。これもなんかジュースにしてみました。これプレートが2000円ぐらい。全部で3000、4000円弱。物価はちょっと高めですね。まあ観光地だからか。でもアメリカ圏よりマシよね。そうだね。今11時15分ぐらい。まだランチよりちょっと前ですね。東京よりはご飯割と美味しいよ。でウェーブロック見たんで、この後はエスペランスの方に向かいたいと思います。はい、でもまだ半分も来てないんだよね。よいしょ。日がさ当たってないと涼しいんだよね。日が当たると一気に暑くなる。パーキングに着きました。なんかオーストラリアのパーキングなんですけど、さっきの P みたいな看板があって、唯一このゴミ箱があります。トイレとかはありません。灼熱っぽいこう太陽なんですけど、風が涼しいから、しかもさらっとしてるし、全然不快ではないですね。はい、今回初めての給油です。オーストラリアのガソリンの入れ方は、先に給油して、その後、こっちの中のレジで番号言って支払う感じになります。だいたい91番がレギュラーで、こちらハイオクになります。で、この番号、入れた後に番号をレジで言うっていう感じになります。こっちこれアイス買いました。開けてみる。
むちゃくちゃ甘い。さすが海外のアイス、むちゃくちゃ甘い。はい、ガソリン満タン入りました。なんか入れなくてもパースエスペ持ちそうですね、この車。むちゃくちゃ燃費がいい。さすがハイブリッド。はい、ガソリンも入れ終えたことですし、あと3時間3時間。3時間ぐらいですね。うん。はい、あと6キロぐらいですね。ですね。はい。はい。いや、長かったわ。長かった。今、夕方の4時半ぐらい。ですね。うん。あ、エスペランスに看板出てきた。できた。はい、無事にスーパー着きました。はい。6時に出て、うん。今4時55分。そうですね。11時間ぐらいかかったのか。そうですね。はい。はい。とりあえずここで買って宿に向かいたいと思います。はい。Sorry, we're closed. あ、そう。 Closed. え、何時？マジで？ピンクレイクとか行かなきゃよかったね。あー、5時でクローズだったんだ。こっちのスーパーは空いてそう。じゃあ飲み物とか買っていく。回してなくてカゴでいい。どっちのが美味しいと思う？これとこれ。そうじゃない。だってさ、今持ってるやつ全然なさそうだもん。こんなのでも見たことなくない？他の国で。見たことないじゃん。それ見たことないじゃん。ピーチ&クリーム。ヨーグルト。クリーミーバニラ美味しそう。あとバターとか絶対美味しいだろ。美味しそう。めっちゃ美味しそう。チーズとか。チーズもめっちゃ美味しそう。チーズめっちゃあるわ。美味しそうだね。結構あーとかそうじゃない。一旦ちょっと今日の夜がどうなってんのかわかんないんだけどね。そうなんだよね。じゃあそれがあ、なんかこういうのあるよ。ねえ、なんか美味しそうじゃん。シリコンチキンって美味し買ってっか。ペンネとかもあるし。そう。フルーツ盛り合わせ。800円だから安いのか高いのかわかんないけど。神風って書いてあるけど。神風。神風、いろんな神風が。これですね。ヨットスポット。やっと着いた。長かった。長かった。あ、可愛い鳥がいる。一番奥かな。うん。で、お、これだよね。うん。ここに止めちゃっていいんだろうか。わかんないけど。お疲れ様でした。着いた感想は。疲れた。はい。とりあえず、鍵をもらわなきゃ。はい。じゃあ、鍵もらいに行きますか？はい、こちらがエスペランスで滞在するシェアハウスですかね。このアパートメントの一連のこの一棟になります。はい、では、ソファー。こっちがベッドルーム。ここがリビングで、シャワーがあり、洗面所。はい。で、ここは物置倉庫かな。で、トイレがあって、洗濯機があって、こっちは、あ、洗濯バサミがめっちゃたくさんある。で、トイレですね。オーストラリアはどこもウォシュレットないですね。で、キッチン。なんか前の人が置いてったのか、何なのかむちゃくちゃビールがある。皆さん、もしかしてご飯炊いてくれようとしてたのかな？あ、そういうこと？なんかお米が給水されてる。氷があって。まあなんか冷蔵庫もね、なんか結構入ってんだよね。そうなんだ。そう。今日夜のことを何にも聞いてないんで、お弁当買ってきちゃったんですが。食料庫。2階もあります。
2階はまず通路に2段ベッドと、奥の部屋にダブルベッドと2段ベッドがありますね。ここの部屋広いな。こんな眺めです。何の相談もなしにゆりはもう広い下段をもう使おうと占拠してる。そうなの。これ普通さ、なんか小柄な女性がさ、小さいベッドとかじゃないのこれ。私さ、なんか落ちそうじゃない？まあ間抜けだからまあ落ちそう感はあるけど。でしょ？これバスタオル用意してくれてるんだ。バスタオルあるみたいですよ。急にネットがSIM が使えなくなっちゃいました。このままだとイライラして携帯を叩き潰すかもしれない。とりあえず SIM 買い直してます。データ2ギガぐらい残ってんのに。で、未だアクティベート中だし。なんでだろう。アクティベートできなかった。くそなんで熱暴走かな。熱暴走じゃない？今日はスーパーで買ったバターチキンカレー。ちょっとジロさんがガイド行ってんのかわかんないですけどいないんで先にご飯食べちゃいます。おい、美味しそう。ご飯いただきます。いただきます。こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。ゆりです。エスペランスにやってきました。やってきました。はいはい。もううちのほぼ準レギュラー的な今回も魚春ダイブのジロさんと一緒にエスペランスに来ております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エスペランスでもガイドできる人はもうこの人しかいないってことでね、ね。うん。ジロさん追っかけてきました。はい、はい。ありがとうございます。オーストラリア自体が初めてだからさ、そうですね。もう見る生物全部初めましてみたいなですね。感じですけど、はい。今回は何見たいですか？もちろんリーフィッシードラゴンです。はい、はい。これをバッチリ見ていこうかなと思います。はい。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃいい天気。すごい過ごしやすい。涼しいし。朝の買い出しに来てます。ここはショッピングモール的なホームセンターみたいの入ったり、あとはあっちがスーパーですね。昨日閉まってたやつ。広い。こんなにはでもあったら何使いますかね。ソースとかそういうのにも使えそうですね。こっちの方が甘そうですよね。じゃあこれのが売れてるやつ。明日と明後日用に食べる。あれどうだろう。でも意外とこれも売れてる。柔らかいのは結構こっちが。こっちのスーパーでかいの。ここはやっぱり今一番。これを一人1枚ってこれ2枚入ってるんですけど食べてる感じなんで。いけます？あ、これだったらいけそう。いけます？ヒレだしね。うん。美味しそうですね。これが一番うまいです。しかも安いですね、肉。こんなんで18ドル。鶏肉は高めだけどやっぱ牛が安いんです。やっぱ牛が安いですね。じゃあゆりにペリエを買ってってあげよう。はい。あ、持ってますよこれ。いいですいいです。あ、大丈夫ですか？もうこんなのみんなで一緒にシェアしましょう。一応ラッキーベイブルー割り本当だ。中に売ってるけど。Yes, please. どれがどれ？絵が可愛い。
可愛いですよね。なんで漢字が漢字が生って書いてある。あとなんかピーチレモネード。これお酒なのかな、そもそも。あ、でも 4% って書いてある。今から出発します。オーストラリア初ダイブがオートンビーチ。めっちゃ綺麗じゃない。おいよ。ほら。オートンビーチです。りょうさん、こちらのポイントは？はい、ここが、ウォートンビーチです。エスペランスの町から100キロ、離れたところにあるビーチでめす。ちゃめちゃ綺麗。やばいっしょ、これ。やばい。行きます。なんかないちょっとね。本当だ、めっちゃ入ってる。高級曇り止め。曇り止め気になる。こういう風が来ると、波が全部、水が全部集まって、こう流れていくんですね。で、ここに川ができちゃうんです。利用して沖へ出て、ここはもう川じゃないんですけど、で、行って帰ってくる。で、その時に、この川の内側のところをこう帰ってくるんです。で、ここで、切れたところですごく浅いところまで行きます。1メートルぐらいのところまで。もう背中出るかなみたいな。で、そこから一旦この川の中をビューンって横切って、ちょっと流されながら、バタ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 って上がると、一気にこっちが水深50センチぐらいになります。ここまで来ちゃえばもう全然流れないので、ただこの少し斜めになってるところがもうビューッと。半端ない流れです、これ。これだけ行ってんのに流されて溺れそうになってる人何人も出てます。ただ、今日は、ほとんど流れてないと思います。そんな感じ。風がね、逆なんで。1本目終了しました。意外と寒い。ゆりはウェイト足らずプカプカ。
ウェイト入れない方がいい。きます。飯テロ動画をどうぞ。ここだけ切り取っても深夜帯に流そうかな。今日もありがおとうございまし疲れ様でした。た。ありがとうございましたスーパーガイドのおかげで大爆発。バイ。お疲れ様でした。うまい。うまいな。このヨーグルトを食べながら写真をチェックしよう。美味しい。美味しいこれ。ありがとうございます。はい、初日終わりました。ナイト終わって帰ってきてご飯食べてシャワー浴びたりして今2時17分です。はい、明日は11時出発ぐらいですね。はい、疲れた。でも疲れたけどすごい初日からもうなんか大爆発してましたね。生物見たいものがほぼほぼ勢ぞろいみたいな感じでした。私的には薄いんだけど、ジローさん的にはこういうみたいな。で、濃くはない、濃くはない。薄くはなかった。エスペ2日目、今日もいい天気ですね。はい。タンク運んでます。タンクも3回分全部積んでます。ここには戻ってこないんで、行ったっきりになります。夜まで。綺麗だからずっとやってくれればいいので、もう写真撮っても普通に青いところがちょっとね、色がいいかな。ラッキーベイの駐車場に着きました。
すごいいい匂いする。炊き込みご飯。非合法ご飯。あとは肉。で、じゃあ乾杯しますか。はい。じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。りょうさんお疲れ様どうでした。ありがとうございました。いただきます。はい、2日目終わりました。今日は、ラッキーベイ2本。本当はナイトまで行く予定だったんですが、ちょっと疲れすぎて2本にしときました。明日もラッキーベイだと思います。はい、おはようございます。これからタンクをチャージしに行きます。この敷地内にダイビングショップがあって、毎朝9時に開くので、9時になったらタンクチャージしに行きます。こちらがダイビングショップになります。あ、なんか日が広い。It's gonna be 33 today. Yeah, 33. Wow. Nice, nice. Good for diving. 5. 5. Yes, please. めっちゃいい天気ですね。めっちゃいい天気です。運週間だし。最高のポジション。昨日みたいな変な流れが。あただ、行くまでの道中ですごい暑かった。確かに暑いですね。すごい動画映えする気候だな。綺麗ですよね。綺麗ですね。このダイビングに持ってくポリタンク準備します。シャワーとかないんで全部これに水入れて持っていきます。はい、3日目ですね。ラッキーベイに向かってます。今日はラッキーベイ3本です。ね。展望台行っときます一応。行ってみとピーカンではないけど。ラッキーベイにやってきました。やってきました。ニノさん、ここは代表するエスペ代表する一番のポイント。はい。ラッキーベイです。ここに来るために、はい、エスペにやってきました。はい。海の色が違う。ね全然。基本的にどんな生物が見られるんでしょうか。第一の目的はやっぱりリーフィーシードラゴンとウィーディーシードラゴン。それ以外にもね、いろんな固有の魚たちとか生物がいるんで、ちょっと紹介してるとキリがなくなっちゃうんですけど、あとはアシカが出たりとか、イルカが出たりとか、その辺は必ずじゃなくてラッキーだったなって
ですね。で、あとは僕はまだ20年間通ってて見たことないんですけど、ホホジロザメが出るらしいです。水面を泳ぐのは元気ではいお願いします。元気でなんか海の色がね、白、水色、こうみたいなくっきりしてて、すごい。紺の部分がいわゆる海草ゾーン。アマモみたいな全部草が生えてる。だからこっちはまあまばらなんだけど、向こうはがっつり生えてる。で、潜るポイントがちょうど、あの辺にちょっとビーチのあたりに人がいるじゃないですか。はい。あの向こうに岩山がボーンと半島のように出てますよね。ちょうど裏側というか、急斜面になって落ちてるところのちょっと向こう側に行くというようなイメージですね。あのビーチをずーっと見る。で、戻ってくるという感じになります。
本目終わってもうちょっとしたらナイトに行きます。さすがに夜は寒いです手がかじかんできたね。日中は暑かったり、若干涼しいぐらいなんですけど、夜は冷える。指示棒ちょっと洗ってありますか？いや全然大丈夫。マドラー検出美味しいコンポタあったまるコンポタ美味しい。はい、ナイトはいろいろトラブルがあり、なんとか終わりましたね。お疲れ様でした。はい、皆さんもちょっとあとちゃんとライトは持っていくのと、はい、ガイドさんについていくのと、あとバディをちゃんと確認しましょう。帰って反省会します。無事にダイビングできてお疲れ様でした。お疲れ様です。今日の朝食、ソーセージパイ、二郎さんが持ってきてくれました。はい、今日はこれからジェティの方に向かいたいと思います。ジェティに着きました。行ってきます。行ってきます。変わりましょうか。無理です。何？あ、ティラさんがハーハーしてますね。あ、確かにパイルの飛んだの。なんか牛になった気分。そう動き出しちゃうとね、平地は大丈夫なの。この坂が、坂頑張ってみてください。ね、無理でしょ。手がかり交代。でもここまでまだ平地だから大丈夫なんだよ。私はこれをタンク背負ってカメラ持って上で切ってもらって。やばい。これ何メートル？300メートルぐらいあります？あ、お疲れ様です。だから別に平気だったら他のところで行っていいし、ちょっと怖かったら間を下降りてって。この垂直の端っこを登って。そうそう。はい。じゃあいいですよ。
はい、皆さん、ここはどのポイントでしょうか。ここはですね、タンカージェティというポイントで、そちらを見てもらうと思うんですけど、長いぐらいの桟橋になってます。で、今は単なる観光桟橋になってるんですけど、昔はこのエスペランスの開発に、寄与するそういう重機類を動かすための、燃料をこの桟橋からタンカーをつけて、陸揚げしてたポイントになります。昔は赤いね、赤白のポールのところまで桟橋があったんですけども、その残骸があって、そこが一応ダイビングポイントっていうのが、あそこまで移動していくっていう感じになります。あそこでエモバが見れるんですよね。そうですね。オールドワイフの腕とかがラック。あとは、カンパチとか、サムソンとか、ちょっと大変すると、いろいろ、たら、ロングスナウとか、フィッシュとか、あそこ、一直線に目指します。はい。お願いします。お願いします。
お疲れ様でしお疲れた。様でしたラストダイブ終了しました。エスペランス最後のダイビング終わってどうですか？濃いダイブでしたむちゃくちゃ濃い。今回でやっとなんとなく感じが分かったみたいな感じじゃない？ハードです全ダイビング終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でしたありがとうございました。ありがとうございました。無事終了ありがとうございます。はい、今日は僕がご飯作ろうかなと思います。ミートソース、パスタとサラダ。生のトマトも入れます。余ってるんで。トマトフレイ。コンソメ入れます。ちょっと酸味が強いので、コク出しにバター入れます。トマト感強めのミートソースができました。はい、サラダはいつものこれと、これ乗せたら完成です。パスタ入れます。あ、全部やっちゃうか。あとどんぐらいだろう。なんか見た目とさ、あと試食でまだだ。そうだよね。食べきれるか不安になってる。ジロさんのめちゃくちゃ多い。食べきれるのかな、ジロさん。絶
これポテトも、いるポテト。まあそんなにこれほぼ二郎さん向きになってますけど、二郎さんのこれちょっとさすがに多すぎじゃない？いや多すぎっていうか皿に盛りきれないか確からにね。もう一つ二郎さんの2皿にしよ2皿に分けた方がいい。盛りきれないよね。水もらおう。う大食いの人にあれ2つ1人定番のりじゃない？その2つ乗ってるのすごいね。2皿ってなかなかだよね。なかなかだね。二郎さんですはいはいすごいよ。すげえなこれ。では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 。どうも大変お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。エスペラスト。ラストです無事終了です。終了です。講義無事終了です。いただきます。2つです。2皿です。いただきます。いただきます。野菜もついでに使い切るあ、野菜全部いったの？あネギだうまっ。あ、ネギか。うまっ。本当ですか？ひき肉も使い切ったのか。うんすげだえからこの量なんだ。ひき肉使い切ったから。このサラダやばいね。はい、最終日です。明日朝早くここを立ちます。ゆりはこんな感じ。やめて。おはようございます。最終日、今日パースに移動する日ですね。8時出発って昨日言ってたんですけど、二郎さんが7時20分過ぎても起きてこないんで、起こした方がいいのかな、これは。はい、二郎さんが出発30分前になっても起きてこないんで、ちょっと起こしに行こうかなと思います。何この寝起きドッキリみたいなやつ。二郎さん、おはようございます。二郎さん、7時半ですけど、大丈夫ですか？ちょっとダメですよ。大丈夫ですか？はい、エスペランス潜ってきました。はい、持ってきました。ありがとうございました。あっという間の最終日。そうですね。気づいたら最終日でしたね。ね、はい。すごい濃い。なんかそれが一番なんか濃いっていうのが。一日が長いのに、すごい短く感じるみたいな。もう気づいたらね、最終日だし。ね。合宿って皆さんよくおっしゃいます。本当にその意味が分かったよね。そうだね。今回本当にハードだから事前に階段登りとかしときなよってね、二郎さんとか他のゲストさんにね、アジアの時に言われたんだけど、本当にその通り。でもなんかさ、いる間に慣れたよね、私たちもね。若干慣れた。うんでも初日とか大変だよね。そうだね、初日慣れるまで慣れるまでは。今までで一番ハードなダイビングができる。そうだね。そうだね。いやでも生物はね、うん北半球では見られないものがたくさん見えて、そうですでね。エスペランスではこの人の右に出る者はいないはい。ガイドさん、はい一郎さんのおかげではい。リーフィは見れたし、そうですね。今回もありがとうございどうました。もありがとうございました。また一郎さん追っかけていくんでよろしくお願いいたしまよろしくお願いします。す。なんかシリーズ化しちゃって。僕も楽しんでて。ありがとうございます。ありがとうございました。もう相変わらずパンパンです。よく入ったなこれに。すごい。あれですよね。ダイビングツアーっていうのとちょっとなんか違う感じがします。違いますね。確かに。ダイビングツアーとはちょっと違う。ダイビングもするけど。するけども。じゃあジョーさんありがとうございました。どうもありがとうございました。またエスペランスへ。はい。これに懲りずにはい。遊びに来てください。いや、めちゃめちゃ楽しかった楽です。しかった。また来ます。また来ままーす。た来てください。また一緒にラッキーベイ潜りましょう。ナイトダイビングしましょう。ありがとうございました。ありがとうございますお気をつけて。ありがとうございます。
こでご飯にしようかなと思います。ハンバーガー Today's special ナチョス熱々。ナチョスにしてみました。こんなプラスチック容器に入ってるの珍しいね、ねこっちで。そうでヘーゼルナッツラテ、ロングブラック。こういうお美味しそうじゃない？うん、美味しそこれなんチーズかな。う。うん。サワークリームチーズじでも昨日ミートソースだったけどミートソースかぶりだった。ゃん。ミートソースかぶりだ、確かに。うん、美味しいね。なんかオーストラリアってこういうところでも普通にタップ決済できるんで、お会計した瞬間にクレカの端末を向けてくるんで、なかなか現金使う機会がないかも。今回1回も現金使ってないですね。ね。 1万円分だけは下ろしてきたけど1回も使ってない。ここがレイクキングですね。はい、ここはニューディゲイトっていうのかな。ニューディゲイトの街ですね。ガソリン給油とトイレに来ました。ポスト。はい、スタンドでガソリン給油してきます。レイクグレイスタウンですかね。はい、ここがレイクグレイスの街ですね。駅だったのかな。トイレになってますね。ちょっと鏡面みたいになってる。あれ、止めれそうじゃん。ハエがうざい。こんな映像。はい、今、エスペランスからパースへ戻っております。帰りも結構な時間かかるんで、では旅の総評をね、していこうかなと思います。はい。今回エスペランスでダイビングしてみて、ジローさんがいる時も言ったけど、すごい濃いね、ダイビングだったよね。でしたね。なんか全然生態系が違うじゃん、北半球と。そうですね。普通にエントリーしてもうすぐ目の前にいる魚も見たことないみたいなさ。見たことないし、風景も全然違うし。ね。あと今回水温が20度から21度ぐらいだったんで、まあドライ、海外初ドライみたいな。はいでしたね。ちょっと緊張しましたね。ね、そういうのもあって、なかなかハードなダイビングだったよね。そうですね。でダイビング環境がさ、すごい整備されてるわけじゃないじゃん。そうですね。現地行って、まあ普通にビーチに入る人と同じようにね、歩いてって潜るみたいなさ。そうですね。だからドライと、あとドライ用のウェイト背負ったまま、それがね結構きつかったよね。慣れるまではちょっと大変かもですね。で今回さ、きついよっていうか事前に階段登りとかしといてねとかって言われてたじゃん。そうですね。歩いたりとか、あれのおかげでなんとかそうですね。行けたけど、乗り切れたけど、何の運動もしてなかったらちょっとやばかったかもね。かもしれないですね。てかここ景色すごくない？すごい。帰りはちょっと行きと道若干違うんですよね。行きはあっちのウェーブロックの方を通ってったんですけど、帰りはレイクグレイスの方。そうですね。エスペランスでリーフィーシードラゴン見ようと思ったらね、ジローさんの右に出る者はいない、ね。そうだね。エスペランスでガイドできる人って多分ジローさんぐらいしかいないんじゃないかな。いないんじゃないですかね。
まあ、なんかパースから遠征するショップとかもあるっぽいんですけどね。あるっぽいんですけどね。まあまあお金かかったりとか、あとは着いてすぐ見れるわけじゃないと思うんで、そうですね。なかなかね大変だと思うよね、それで来るのは。見れるかどうか。その点二郎さんはさ、もう19年目そう、19年目って言ってましたね。 19年間も潜ってる。まあコロナ禍は違うだろうけど、はい、それぐらい潜ってるからさ、そうですね。ハだからッチアウトのタイミングとかも、見れたしね、はい今回いろんな生物紹介していただいて、はい、なんかすごい満足度の高いダイビングでしたね。でしたね、でしたね。まあリーフィー、ウィーディはもちろんアシカとかもさ見れたし、アシカめっちゃ可愛かったですよね。なんかさ、アシカに見られてたよね、ずっと。そうなんか日中初めてリーフィー見つけて、で誰か呼ぼうかなと思って後ろ向いた瞬間にさ、アシカがこっち見てたの。可愛い可愛い。興味あったんだろうね。ね可愛い。でもそれだけ、その1回だけだったけど、アシカ見たのは。ですねそんな頻繁にバンバン出るわけではなさそうな。そうですね。エスペランスのダイビングスタイルっていうのは、はい。もうほぼビーチ。ビーチですね。前、ボート乗ったみたいな話をさ、ちらっとは聞いたけど、聞きましたね。ねでも、ほぼ全てビーチ。ですね、ですね。普通に観光客が行くようなビーチに、はい。同じように車止めて、そこでセッティングして、はい。で、背負って階段歩いたりとか。そうですね。うん。まあでも階段とかは普通に整備されてますし、ね整備されてるし、トイレもあるし、はい、トイレもあるし、海の中はさ、はいなんかまあまあ泳ぐところもあるし、ラッキーベイとかははい、かなりな距離、そのリーフィーいるとこまで泳いだりとか、そうですね。ボートンビーチは最後のさ、うんエキジットの前で激流川渡りみたいなの激流川あたり。があったりとか、なかなかね、海もハードだよね。そうですね。ああハードですね。結構泳ぎますね。ただまあ体力のない私たちが乗り切れましたからね。なんかダイビングのスケジュールがさ、割と遅いじゃん。そうですね。ナイトも遅いです。どっちかっていうとナイトがメインなのかな。だからサンセットナイト。午後に出て、はいで行ったっきり3本とか2本とか、ですね。で夜ナイト終わって戻ってきてご飯食べるみたいなね、はい。ですね。より的には嬉しいスケジュールじゃない。めっちゃ嬉しい。私には合ってた。朝遅くまでそう。寝てられる。寝てられるっていう。なんか他のダイバーとか全然見てないよね。見てないですけど、あれでしたね。なんか皆さん興味はあるのか、うん話しかけてくれたりしましたよね。ねスキューバダイビングみたいな。リーフィー見てるのみたいなとかさ、そうね、興味はあるんでしょうね。いるってことはなんか有名なのかもしれないよでね。すね。アパートメントで、はい。あそこもダイブショップ併設だけど、そうですね。一回ライセンス講習っぽい人たちがいたぐらいですね。ね。私たちと時間帯が合わないのかもしれないですけどね。ただビーチとかで全く見なかったよね。あんまり見なかったですね。日本人はおろか、うん。現地の人も別になんか潜ってる気配がなさそうだった。なさそうでしたね。ねすごい秘境感があるんだろうな。秘境感ありますね。ねですね。なかなかね、気軽に来れるとこじゃないし、なんかだからこそ価値があるみたいなところはありますよね。冒険感みたいなのね含めて。ダイブタイムもさすが二郎さんなだけあって長かったもんね。長い。長い。ドライでまあまあ泳ぐけど、なんかだいたい70分とか、一番最後なんて、ちょっとこの後予定があるから早く切り上げたよって言ってたけど、80分超えとかだったよね。長いからこそ満足のいく写真は撮れるみたいなね。で、気候もさ、その風向きによって全然変わる。変わりますよね。うんなんか涼しいなと思ってたら次の日すごい暑かったりしましたもんね。だから南風、だから日本でいう北風みたいのが吹いてると結構ひんやりするし、北風、だから日本の南風みたいなのが吹いてると暑いみたいなね。ね。だからそれによってエントリー前にこう汗びしょびしょになったりとかさ。はい。でもびしょびしょありました？いや、最初はね、ちょっとね、暑いなっていう、1本目あ、そうなんだ。は暑いなみたいなのがあったな。でも過ごしやすいよね。過ごしやすいです。なんか乾燥してるからか、カラッとしてるし、ですね。風が吹くと涼しいし、はあと夜は寒いぐらいだから、い。ですね。ですね。結構気温の寒暖差が激しいのかなと思って。
った、ね。あと夜はシェルの中のモコモコをさ着てても寒かったりしたから。あとやっぱオーストラリアは動物の種類が、魚だけじゃなくはい。豊富だよね。すごい豊富ですね。うん、カンガルーはいたもんね、ビーチに。ね、今親子でいて可愛かったですね。ねで鳥もなんかいろんな鳥めちゃくちゃいろんな種類がいいる。るし、しかも固有種がたくさんいる。ね海だけじゃなくて本当はもっとじっくり陸とかもね見たいね。見てみたいなっていう気はするけど、ですね。はい、というわけで今回はエスペランスに潜ってきました。はい。はい。いやまだまだちょっと帰るまでには時間かかるけど、はい。安全運転で行きたいと思います。はい。はい、無事レンタカー屋まで帰ってきました。はい。はい、パースの空港戻ってきました。はい。なんか車は鍵とパーキングのチケットとはい。ガソリンの領収書渡したらはい OK よみたいな、確認もせず OK ようでした。はい。ではここからチェックインしに行きたいと思います。はい。なんかいきなり開け出したユリが靴下を入れちゃったらしいです。恥ずかしい。この動画なんかに使うの。